ジュリー。どうもこんばんは。あおさんの休日のあおさんです。今日はメイン水槽で使用している外部フィルター AHEIM2213、こちらのメンテナンス動画をお届けしようと思って撮影をしております。 AHEIM の2213といえば外部フィルターでもしかしたら一番有名なフィルターかもしれません。こちらを使っているアクアリストさんもかなりたくさんいらっしゃると思います。どのフィルターを買えばいいのか迷っている方、60センチ水槽であればこちら、おすすめです。買って間違いはない商品かと思います。ただブランド力が非常に高い商品になるので結構お値段は張りますが、こちらのメンテナンス方法等もこちらの動画で勉強していただいて、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。2213のメンテナンスの頻度なんですけども、結構半年に1回外部フィルターをお掃除されている方いらっしゃると思います。私はいつ掃除をしたかっていうのを、基本メモ等はしないので、このホースの中についている苔、今見ていただくと分かると思いますけど、この苔の量やあとフィルターから出てくる流量等が減ってきたらいつもメンテナンスをしています。まずは水の流れを軽く説明します。この下についているホースから水がこう入ってきて、モーターの力を使って水を上に吸い上げてから上部から排出するという感じです。今からこちらのモーター部の蓋を開けるんですけど、こちらのダブルタップの上部を開けるとこちらの蓋が外れやすくなります。ここを開けないと結構開きにくいです。こちらの蓋、こういう留め具が4つついているので外して持ち上げます。それではフィルター内部のものを取り出していきます。結構汚いですね。こちらの中に入っている機械なんですけど、下から水が上に向かって通っていくと先ほどお伝えをしましたが、一番下にはまずリングロ材、その上にアラメスポンジで、その上に爆玉と言われるロ材、そして、ウールマット、あとはその上にリン酸除去剤を中に入れてます。
ホースの内部には私はこちらのジェックスのロングタイプホースの汚れをピカピカに落とすホースクリーナーブラシ、こちらをいつも使っております。どれほど綺麗くなるのかっていうのもまた後ほどぜひご覧ください。それでは中身が全て洗い終わりましたので、こういう外に使っている側のものを水道水で全て洗ってきます。それでは洗ってきたところで本体の部品すべてご紹介していきます。まずこちらが2213の本体で、中に入るバケツ部分です。こちらにろ材とあとはウールスポンジ等を入れることができます。水槽と2213をつなぐホース部分ですね、全部で4つあります。水を吸い上げる部分と水を吸い出す部分のホースの部分になります。で、こちらがこちらの硬いホースを止める吸盤が4つついてます。で、あとがこちらが、ダブルタップと言われる部品です。ここをこう接続することによって上の部分、下の部分と上の部分の水をこちらのコックで、止めることができます。当時はかなり革新的な技術だったみたいですね。で、これは2213のセットには入っていないんですけど、私が別途購入したリリーパイプと言われる部品になります。こいつをお水が出てくるこちらの部分につけて、こういう風な感じでお水を排出しています。角度もこちらが球体になっているので変えられます。こういう感じで片手無理。はい、こんな感じで角度も変えられます。で、先ほど中に入っていたろ材を今飼育水の中に一応つけ置いています。さっきこの中からエビが2匹出てきました。では今から本体をセットしていきます。そしてバカ玉の上に敷くウールマット、私はいつもこちらのファインマットというものを使っています。これを適度な大きさ丸型に切ってこの中に入れます。そしてまだ3ヶ月経っていないと思われますので、こちらのリン酸除去剤も再度使っていきたいと思います。これで中のセットは完了しました。
そして最後にモーター部分のお掃除していきたいと思います。こちらを回して取って、ここについている内側の丸い円の部分を取ります。この棒、ここに見える棒がかなり折れやすいと評判の部品になるので、ここだけはかなり気をつけて取り扱っています。皆さんも気をつけて取り扱ってください。そして中のモーター部分というかプロペラ部分ですね。ここ結構ヌメヌメしていて、頻繁にお掃除した方がいいみたいです。あとはこの穴の中の部分、こちらも、水道水で洗ってきます。それでは洗ってきましたので、元の状態に戻していきたいと思います。わかりますか？このプロペラの部分、すごく透明な部分が出てきました。お掃除でここまで変わるんですね。はい、セット完了しました。吸い込み部を水槽の中に入れることによって、外部フィルターの中にお水を送ることができます。ダブルタップをまず両方とも開けます。こうすることによって通りができますので、ここのホースからお水を吸い込みます。この水位がここの同じ高さのところまで来てしまうので、今お水を吸い込んでしまうと、ここからお水がブワーっとここ同じ高さになるまで排出されることになりますので、ここを吸った直後にこいつを取り付けていきます。ではお水吸ってみます。お水を吸うことによってこちらのホースにお水が通るのがわかると思います。あとは電源をつければ外部フィルターのお掃除が完成です。それでは水も足しましたので、フィルターのスイッチオンにしてみます。スイッチオン。エアカミという現象ですかね。水が出てくるのかなり少ないです。あ、流量が元に戻りました。これでかなりのろ過を期待できます。エアカミという現象はお水を吸い込んだ時に
このストレーナーの吸い込みのところに空気が溜まる現象で出てくる流量がちょっと少なくなります。なので電源をオンにしたりオフにしたり、今の音聞こえましたかね。これで中に溜まっている空気を解消できたり、あとはこいつをちょっと揺らしてあげると、今も音聞こえていると思いますけど、洗濯機みたいな音がします。これでエアカミが多少解消されます。出てくる流量もこれで多少は変わります。いかがだったでしょうか。エーハイムの2213はだいたい 2,3 ヶ月、4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月。いかがだったでしょうか。エーハイムの2213はだいたい 3,4 ヶ月ぐらいでメンテナンスを行っております。だいたい 3,4 ヶ月ぐらいでメンテナンスの方を行っております。先ほどお伝えした通り、メンテナンスをすることによってお水の流れがかなり、変わります。なのでバクテリアの吸着率もすごくアップすると思うので、6ヶ月とは言わず、時間があればメンテナンスすることを個人的にはお勧めします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。あおさんの休日でした。ジュリジュリジュリちゃん全然